今日は浮世絵を見ながら自然に関する5つの漢字の勉強をしよう。まずはこの漢字。この漢字は昔の人たちが山の形を絵で描いて作った文字だよ。訓読みは山、音読みは山。使い方を見てみよう。山登り、山登り。あの山に行きます。あの山に行きます。富士山が見えます。富士山が見えます。書き順を覚えよう。ここからスタート。1、2、3、1、2、3。次はこの漢字。この漢字は昔の人たちが川の形を絵で描いて作った文字だよ。訓読みは川、音読みは線。使い方を見てみよう。川岸、川岸。船で川を渡ります。船で川を渡ります。河川の氾濫にご注意ください。河川の氾濫にご注意ください。書き順を覚えよう。ここからスタート。1、2、3、1、2、3。次はこの漢字。この漢字は昔の人たちが木の形を絵で描いて作った文字だよ。訓読みは木、音読みは木。使い方を見てみよう。木の下で休みます。木の下で休みます。木曜日、木曜日。木材を切ります。木材を切ります。書き順を覚えよう。ここからスタート。1、2、3、4、1、2、3、4。次はこの漢字。この漢字は昔の人たちが火の形を絵で描いて作った文字だよ。訓読みは火、音読みはか。使い方を見てみよう。火には気をつけてください。火には気をつけてください。火事、火事。火曜日、火曜日。富士山は火山です。富士山は火山です。書き順を覚えよう。ここからスタート。1、2、3、4、1、2、3、4。次はこの漢字。この漢字は昔の人たちが水の形を絵で描いて作った文字だよ。訓読みは水、音読みは水。使い方を見てみよう。水が冷たいです。水が冷たいです。
水曜日、水曜日。水族館にはたくさんの生き物がいます。水族館にはたくさんの生き物がいます。書き順を覚えよう。ここからスタート。1、2、3、4、1、2、3、4。最後にクイズだ。四角には1、2、3、どの漢字が入るかな？正解は2番。水を飲みますでした。次回はどんな漢字を学びたいかコメント欄で教えてね。いいねボタンとチャンネル登録よろしくね。浮世絵でひらがなを学ぶ本を発売中。浮世絵のアパレルブランドもチェックしてみてね。詳しくは概要欄をチェックだ。最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。